皆様ごきげんよう。長官夫人です。今回は前回の動画のレント V38 ホテルの周辺をご案内します。前回の動画ではホテルのお部屋や館内の様子をご紹介しています。まだご覧になっていない方は概要欄に前回の動画のリンクを載せていますので、合わせてチェックしてみてください。滞在する場所が決まると、その周辺の環境も気になりますよね。観光地ではないエリアだからこそ、実際の雰囲気を感じていただけたらと思います。駅から少し距離があるため、やや不便かもしれないと思っていましたが、実際に過ごしてみると、周辺には必要なものが揃っていて、快適に滞在することができました。それでは、ホテルの前からスタートしていきましょう。まず、ホテルの目の前にはタイ料理のお店があります。気軽に利用できそうな落ち着いた雰囲気です。その隣には小さなカフェもありました。ちょっと一息つきたい時にちょうど良さそうです。そしてその並びには別のホテル。館内には宿泊者以外でも利用できるランドリーがあり、長めの滞在でも安心です。その横にはマッサージ店もありました。ほんの少し歩くとローカルな屋台が並ぶエリアに出ます。売宅に乗ってやってくる人も多かったです。コンビニもあるので、ちょっとした買い物もできて便利。屋台でいろいろ買い込んで、ホテルでいただきました。店舗やメニューの撮影をしたので、お料理が出来上がるまでの間、少し見ていきましょう。
さらに8分ほど歩くと、飲食店が集まるエリアに到着します。近くに大きな会社があるので、ランチ時や夕方以降はとても混み合っていました。いろいろなお店があるので、しっかり食事をしたい時や、ゆっくり過ごしたい時にも向いていそうです。そこからさらに少し歩くと、ショッピングモールが見えてきます。こちらにはスーパーマーケットもありました。さらに隣にはもう一つショッピングモールがあります。2つのモールは通路でつながっていて、そのまま駅へアクセスすることができます。モール内には飲食店が多く、様々なお店が並び、外はナイトマーケットのようになっていました。ショッピングモールを抜けて、駅にたどり着きました。最寄り駅のラチャヨーキン駅は、BTS スクンディットラインが利用できます。スクンディットエリアへも、乗り換えなしでアクセス可能です。いかがでしたでしょうか。このエリアは観光地のような派手さはありませんが、その分落ち着いた日常の空気を感じられる場所です。近くに必要なものが揃っているので、滞在中も不便に感じることはありませんでした。ゆっくりと過ごしたい方には心地よい環境かもしれません。前回のホテル紹介動画と合わせて参考にしていただければ嬉しいです。以上、旅の一幕でした。続いて次の一幕をどうぞ。来週の動画はサブチャンネルで公開。ついにレント V38 の中のショップへ。チェックインの時から気になっていたあの空間。一歩入るとそこはちょっと特別な世界でした。次回からグリーンシリーズはサブチャンネルキャットナビス TV プラスでお届けします。そちらもぜひご覧ください。サブチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。その後は寒い島編がスタートします。こちらもお楽しみに。